皆さんこんばんは、親からです。今年もこの季節がやってまいりました。2025年上半期のお気に入りを今日は紹介していきたいと思います。この上半期すっごい良かったよ、すっごいヘビロテしたよっていうものと、改めてやっぱこれめっちゃいいっていうものを厳選して今日のラインナップになりました。ジャンルとしてはファッションアイテム、スキンケア、ボディケア、ヘアケア、香水コスメ、あと最近やってよかった美容の施術と最近読んで面白かった本を紹介していきます。じゃあまずはファッションアイテムからいきたいと思います。こちら、ソロモンのスニーカーです。これ YouTube で買ったところを公開してたので覚えてる人もいるかもしれませんが、旅行に行く前のミッションとして買いに行ったスニーカーですっごい履いてる。買ってからバリでも大活躍してくれたんですけど、東京でもめっちゃ活躍してくれていて、まずこのデザインがすごく好きで、このボリュームがいいスニーカー流行って定番になったじゃないですか。だけど最近はボリュームが少ないスニーカーが気分で、このちょうどいい塩梅で、そしてこの黒なんだけどこのシルバーのこういうディティールがあるのが可愛いなと思ってて、この派手な色、もしかして自分のファッションと合わなくて気になったりする時があるかもしれないなと思ってたけど、意外とそんなこともなく、むちゃくちゃいい、めっちゃ履いてる。防水なので雨の日もすごく快適だし、ここがピッて引っ張れるのもいいし、本当にいろんな服に合うので本当買ってよかったなって思ってます。履き心地もすごくいい。スニーカーも軽いし、あとサポート力もあって足が疲れないからとても好きでございます。もう一個スニーカー、こちらプーマのスニーカーです。これはシドニーで買ったはずと思うんですけど、私はこれを忍者スニーカーと呼んでおりまして、このスニーカーもめちゃくちゃ気に入っていて今よく履いてます。さっきも言ったようにボリュームが少ないスニーカーが今好みというかブームというかなので、これもボリュームが少ないし、あとここマジックテープなのでめっちゃ楽っていうのもあって、あと本当にこれも何でも合います。このエッジさが一気にコーディネートをおしゃれにしてくれるというか、ガーリーな格好しててもいつもよりね、これ履いただけでなんかバランスが取れて照れくさくなくなるというか、スラックスにも合うし、大人っぽいのにストリートっぽいバランスがとてもちょうどいいスニーカーで、すごく気に入っております。これめっちゃ買ってよかった。次はバッグです。こちらダラン、セリーヌのバッグです。これめっちゃ好き、すっごい使ってる。ヘビロテ迷ったらこれみたいなところもあって、このさエレガントさ、ミニマルなんだけどでもこの四角い感じがカジュアルにも合うし、この色も絶妙だし、あとこのハンドルの長さ、サイズでこんなにスリムなのに意外と物がたくさん入るところもとても気に入っています。中にジップがついたポケットがついてるので、そこに鍵入れたりリップ入れたりとかして使い勝手もいいし、何にでも合います。このゴールドの金具がシックでエレガントなところもあるし、ミニマルさが T シャツとかデニムとかにも相性がいいし、フォーマルにもカジュアルにも持ててとても活躍してくれていますバッグでございます。バッグもう一個あります。こちらクロエのバッグです。これがシャンシャンってなってちょっとうるさいかもしれないんだけど、このバッグが私のお仕事バッグです。めっちゃ気に入ってる。このサイズが絶妙。パソコンが入るんだけど大きすぎない。横こんな感じでマチがここにあるんですけど、この底の感じもすごいおしゃれで可愛いなと思っていて、このレザーのテクスチャー、あとここに入ってるディティールがおしゃれで可愛いなと思うし、あとハンドルの長さが本当に絶妙で、長すぎないし短すぎなくてすっごい使い勝手がいいです。ここのハンドルが長すぎるとより重たく感じません？体にすごい当たって邪魔みたいな時があって、私の中でね。だけどこのハンドルの長さは本当に絶妙です。このゴールドのディティールみたいなのもおしゃれ感が出ていいなと思うし、この輪っかをハンドルに通すとバッグの見え方が変わるみたいなことなんですけど、中にレザーでくっついてて、私はこういう風にここにつけちゃってるんだけど、あんまり私はここにつけることないです。お仕事バッグとしてガンガン使ってるので、バッグが軽いっていうのもすごくいいし、物もいっぱい入るし、すごく気に入っている。可愛いし、これ本当になんかこういうサイズのバッグで可愛いもの見つけるの難しくないですか？だけどこれは本当にいいバッグだなーって使うたんびに思ってます。ポケットとかはないのでちょっと自分で小物とかはポーチで管理しなきゃいけないんだけど、こんなに可愛いお仕事バッグ見つかって最高っていう風にめっちゃヘビロテしてます。続きましてはこちら
メガネです。最近めっちゃかけてるんで、もう皆さん何度も見たことがあるかと思いますが、ボニー・クライドのメガネです。で、これがベイビーっていう形なんだけど、ネットで見つけて、このメガネ可愛い欲しいと思って、いっぱい見て、写真とか人がかけてるの見たり、ウェブサイトのやつを見たりして、でもこれメガネは可愛いけど私に似合うのかしらと思いながらかけてみたいな。でも日本でかけれるとこないし、って思ってすごい迷ったけど、買ってめっちゃ良かったです。本当に気に入っております。私は別光を選んだんですけど、他にもいろんな色があって、サイドのディティールでハートのマークがこうついてたりとかするのも可愛いなと思うし、あとかけ心地がめちゃくちゃいいです。軽いんだけどチープな軽さじゃなくて、しっくりくるから軽く感じるみたいな。重くないんですよ。これ伊達だから度が入ってないから普段メガネかけてないんですけど、普段メガネかけてなくても全然ストレスがないかけ心地のいいメガネでございます。まずはこちら、ダラン、洗顔でございます。ダーマロジカのパウダーの洗顔なんですけど、これが角質ケアの洗顔で、パウダーの洗顔って結構細かいパウダーのものが多いと思うんですけど、これは割としっかりとしたなんか頼りになりそうだねみたいな感じのパウダーです。ただお水入れて泡立てたらいい感じに泡立って、使った後はいらないもの落ちたか、これはいいぞみたいな感じでチュルンピカーンってなってくれるので、すごく気に入ってます。でこれ毎日使えるやつなんですけど、私は2日に1回とか3日に1回ぐらいのペースで使ってて、あと毛穴の開きが今日気になるな、なんか肌のざらつき気になるな、生理前で肌の調子悪いなみたいな時とか、あとは飛行機乗った後すっごい乾燥が強いところに行った後とかのスペシャルケアみたいな感じでも取り入れております。サイズが結構あるから1回使ってみたいとか、本当にスペシャルケアだけでいいんだよねみたいな人はちっちゃいのから始めてもいいと思うし、パッケージがめちゃくちゃ可愛いので、お風呂場とか洗面所とかにあっても気分が変わっていいなって、気分が上がっていいなと思います。さすがなんか世界で売れてるだけあってクオリティの高い角質ケアの洗顔だなと感動した洗顔でございます。次がボディーソープです。こちらダラン、ノンフィクションのボディーソープ。これめっちゃいい香り、すっごい好き。この香り気分が上がりすぎます。体洗ってるだけなのに本当にこの香りいい香りだなと思って、ボディーソープでこんなに気分上がるんだっていうぐらいいい香りです。で自分で洗ってても上がるし、線がシャワー浴びて出てきても本当いい香りこれっていうぐらいいい香りです。何回も言いますけど、すごい可愛いからお風呂場で上がること間違いなしだし、ギフトにもおすすめです。お引っ越し祝いとか誕生日とか記念日とか、ちょっと友達に贈るスペシャルなギフトとしてもすごい喜ばれるんじゃないかなと思います。でノンフィクションいろんな香りがあるのでお好み皆さんあると思うんですけど、これに関して言うなら私フローラルそんなに普段好きじゃないんですよ。華やか派ですぎてガーリーすぎてちょっと苦手なことが多いんですけど、このフローラルに関しては品がいいフローラル、大人なフローラルって感じで、レベルアップしたフローラルっていう感じでめちゃくちゃ好きです。次がシャンプー&コンディショナーです。ダラン、これめっちゃいいの初めて紹介するんですけど、見てくださいこの使用感。好きじゃんそれ絶対ってわかると思うんですけど、めちゃくちゃいい香り。さっきのボディーソープ同様使っててすごい気分が上がるし、あとこのビジュアルデザイン可愛くないですか？このパッケージ。これはさ、お風呂にあったら気分上がるし、これもプレゼントにもすっごくいいと思います。香りがいいだけじゃなくて、可愛いだけじゃなくて、髪の毛もちゃんといい感じになって、こうツヤッふわってなってくれて、これはボリュームの方なんだけど、もう一個の赤いやつがあるんだけど、私は香りがすごく好きでこっちを使っています。で赤い方は多分ダメージだったと思うんだけど、ダメージが気になる人はあっちでもいいと思います。この見た目、香りもいい、髪もいい感じになる、なのにシリコン入ってません。それ最高じゃないですか。こういうさ、可愛くて香りがいいやつってシリコン入ってること多いじゃないですか。手っ取り早く髪が綺麗に見えるからシリコンが入ってるものが多いんですけど、これは入ってないし、パラベンも入ってないし、あと石油系の界面活性剤とかも入ってないので、髪にも頭皮にも嬉しいお品でございます。それでいて、あなたこんなに可愛くて香りもいいんですねっていう、もう最高じゃないかのシャンプー&コンディショナーです。シャンコンの流れからヘアオイルでございます。じゃらん、もうないじゃんそれ、すっごい好きじゃんっていうシゲタのヘアオイルでございます。これもめちゃくちゃいい香りなの。そんなにいい香りすることある？
ヘアオイルがっていうぐらいいい香りです。品がいい癒しの香りっていう感じ。甘くない。シゲタのアロマオイルをご存知の方はあっち系の香りだと思っていただければいいかなと思います。ヘアオイルの役割としてはどちらかというとさらっとした軽めの最後の仕上げみたいな感じのヘアオイルでございます。ドライヤーする前に使うヘアオイルはちょっとそのまとまり感だったりとか保湿感が強いものを使って、こっちは出かける前にちょっとツヤ感出したい、いい香りさせたいみたいな、最後の仕上げシャランみたいな感じのヘアオイルにとってもいいと思います。で、香水が苦手な方とかはこういうすっごいいい香りのヘアオイルを髪の毛につけるとさ、ほんのり香っていいと思うし、これから夏こういう軽さのある、髪の毛ベタベタしたくないからヘアオイルもすごいいいと思うし、こういう香りがすっごいいいヘアオイルを髪にまとって風が吹いたりとか動いたりとかした時にほんのり香るみたいなのもすごく粋だなと思います。次がヘアミスト。こちらです。3のヘアミスト。これもさ、めっちゃ使ってるじゃないですか。すごくいいよ。特にこれからの季節、ちょっと梅雨に大活躍してくれる感じもあったんですけど、夏も湿気が引き続き強いと思っていて、くせ毛の皆さん、髪広がりませんか？いくらやっても髪広がりませんか？その時にこちらのヘアミスト、とってもいいです。ミストシャンシャンシャンってしてブラッシングするだけでこっちとこっちのさ全然違うぐらいのまとまり、そのままステイしてくれて、おしゃれなツヤ感とテクスチャーの感じが出ます。つける量にもよると思うんだけど、2層になっててこっちがオイルなんだけど、いい感じでまとまる。で3なので香りもすっごく良いし、これはね結構好きだよ。香りつながりで次は香水に参りたいと思います。まずはこちら、定番です。バイレードのジプシーウォーターです。めっちゃいい香りなんですよ。これが嗅いだことある人はねわかると思うんですけど、香水の香りを表現するのすごい難しいなと思ってて、セクシーです。もうまず私のジプシーウォーターの印象としてはすっごいセクシーな香りだなと思っていて、で華やかさはあるんだけど落ち着いた感じ、甘さはあるんだけど甘すぎない、凛とした感じがどこかに隠れていて、とにかくセクシーねいい香り。バイレードってすごいいい香りがいっぱいあるから好きな香りもいっぱいあるんですけど、やっぱりこのジプシーウォーターに私はいつも惹かれる。何が入ってるかはこの辺に出したらみんなにもうちょっと伝わるかなと思うんですけど、香水を選ぶときは女性像を考えて私は選ぶことが多くて、もちろんこの嗅いだ時の印象みたいなのもあると思うんですけど、でもこういうイメージができるな、こういう女性像私もなりたいなみたいな感じで香水を選ぶこともすごく多いです。次がこちら、はい、ディオールの香水でございます。これがねアンバーニュイ合ってるかしら。この香りすごい好きでございます。で、私カスタムできる蓋をこれヒョウ柄つけさせてもらってるんですけど、この香りはさっきのジプシーウォーターよりもちょっと甘いです。ちょっとこっくりした感じの甘さでもハイトーンな派手さがピンってある感じなんだけど、でもちゃんとベースラインは安定感のある香りです。さっきのよりはもうちょっと分かりやすい感じの香りかなと思います。ジプシーウォーターのが独特だと思う。でもこれもかなりディオールのラインナップの中では難解な感じの香りかなと思って私はすごい好きなんですけど、ちょっとほんのりスパイシーさと甘さのバランスみたいなところがすごい好きで、若干パウダリーなんだけど、私普段パウダリー苦手なんですけど、この複雑さが興味をそそられてもっと嗅ぎたいなって思ってすごく好きでございます。で、ディオールの香水は持ちがいいなっていう印象が個人的にはあるので、長持ちする香水探してるって人とかはすごくいいんじゃないかなと思います。コスメは本当に難しくて好きなやついっぱいあるし、一回気に入ったらずっと同じものを使っちゃうところも私があるので、ずっと気に入ってる定番みたいなのがあるんですけど、上半期この子たちがやっぱ良かったかなって思う子たちを紹介してまいります。まずはこちら、ダラン、眉マスカラね。眉マスカラを新しくするの珍しくないですか？私ずーっとケイトのやつがすっごく好きで、今ももちろん好きなんですけど、これすごい良かった。初めて使った瞬間から感動してすっごい使ってる。何がいいって眉毛が立体的になるんです。ああいう眉毛をピタッとさせる、上げてくれてがっつりホールドみたいなやつって眉毛がさ
ピタンってなって 2D っぽくなりません？あれはあれでいいんだけど、ギュンギュンに上げたい時とか。でも 3D にしたい時ないですか？眉毛をふさっと感でも上げたい、でもホールド感も欲しいみたいな時にすっごいいいのがなくて、しかもクリアの眉マスカラで、これその夢叶います。眉毛がね、立体的になるんです。ふさっとしながらホールドしてくれて、ボリュームアップもした感じがあるし、それでいてクリア。ブラシは普通のマスカラみたいなブラシなんですけど、毛足が長すぎないっていうのもいいし、結構眉毛ちゃんと拾ってくれるし、ホールド力もちゃんとあってコントロールしやすいし、好き。とてもいい。次がリップです。バーバリーのリップ。ね、この色すっごい可愛いんです。バーバリーのコスメ結構優秀なんですけど、特にこの色が絶妙で、ロンドン Vlog でもつけてたので覚えてる人もいるかなと思うんですけど、大好き。この色ツヤ感爆上がり、本当に綺麗で塗り心地もよくって、発色もいいし色味も絶妙で、普段はそんなにピンクのリップ好きじゃないんですけど、このピンクの感じはすっごく好みです。肌のトーンが明るくなるというか、こう明るい人に見えるというか、なんか好感度が上がるというか、程よいガーリーさ、大人っぽさ、品の良さがあって、すごく好き。ぜひ試してもらいたい。ピンクってやっぱブルベの人が似合うかなと思うんですけど、私は結構黄身が強い肌なんですけど、それでも合うピンク感、なんかピンクベージュというか、すごく好きです。これ次のリップがこちら。はい、前も紹介しました。このリップすごい好きなんです。まゆみさんが作ってるやつ気に入りすぎて、もうこれ2本目になります。この色めっちゃ可愛い。この赤本当に絶妙。ちょっと透け感があるんだけど、ツヤ感が程よく出て、プランプ成分が入ってるから縦じわとか目立たなくしてくれるし、重ねるとしっかり発色、さっと塗るとカジュアルでジューシーな今っぽい唇、色も絶妙だし、塗り心地もいい。そしてコスパが本当にすごくいいリップでございます。普段カジュアルにデイリー使いしてるのはもうダントツこれで、一番手が伸びるリップはこれで、本当のメイクの日にさってこれだけ塗るだけですごい決まるし、とってもいいでございます。前にソフウェーブとかを紹介したと思うんですけど、2025年上半期はもうダントツでキュアジェットすっごい良かった。もう感動しました。この効果。毛穴気になってる方ぜひやってもらいたいです。毛穴にこんなに1回で効果が出る施術、私は今まで体験したことないです。相性もあると思うけど、私は1回ですっごい毛穴効果ある、びっくりっていう感じで、今回しかもダウンタイムが取れなかったの。だから先生がさーっとカジュアルにかけとくねみたいな感じでかけてくれたんですよ。だけどこんなに効果があったから、次回は絶対にダウンタイムをしっかり取れるようにして、しっかりキュアジェットを当ててもらいたいなと思ってます。で、私は毛穴をめがけてキュアジェットしてもらったんですけど、ニキビの後とかにもすごい効くらしいので、ニキビの後気になってる方にもすごいおすすめだし、もう毛穴気になってる人はすっごいおすすめだし、もう本当にこう先生ありがとうございました、キュアジェットを私に教えてくれてっていうぐらい感動した施術でございます。本当に一回やってみて、すごい感動すると思うから、もうめっちゃ違う。もう毛穴気になってる人いっぱいいると思うんですけど、一回やってみてほしい。キュアジェットも自信を持っておすすめします。次が体のケアと美容の両方から見てすっごいおすすめなアイテムがあって、電化製品なんですけど、こちら、これすっごいいいよ。もうすぐ買ってほしいっていうぐらいめちゃくちゃいい。これ首のケアしてくれるやつなんですけど、このチャンネルを長く見てくださってる方、私が首を寝違えたりとか痛めたりとかよくする女だっていうのをみんな知ってると思うんですけど、それでよく針に行ったり整体に行ったりしてるんですけど、これゲットしてからその回数がもう断然減りました。で、首を痛めるんですよ、よく。相変わらずね、寝違えるし、やっぱね、動画の編集もあるし、デスクワークもすごい多いし、首もそんなに強くないので痛くなるんですよ。だけどこの子をもうピッてこうやってやるだけで、ピッてしてもう作業しながらでも首のケアしてくれるし、これがちょっと振動が起きてあったかくなって EMS してくれるんですけど、終わった後の首肩の軽さたるや
もう感動ものでございます。この辺が凝ってたりとかすると顔がたるむ原因にもなると言われているので、こういうのでケアしてあげたら顔のケアにもなるし、美容の面でも体のケアの面でもめちゃくちゃいいと思います。デスクワークが多い方、首よく寝違えたり痛めたりする方、ぜひ試してもらいたいお品でございます。これもうめちゃくちゃいいお品です。最後が最近読んですっごい面白かった本です。水野学さんのセンスは知識から始まるという本が本当に面白かった。最近私 Kindle のあれに入ったんです。アンリミテッドに入ってこうサブスクリプションで読める本がすっごい増えたんですけど、その時におすすめで出てきた本で、水野さんはグッドデザインカンパニーの代表をされてる方なんですけど、その方の考えるセンスって何ぞやみたいな話をしてくれてるんですけど、タイトルの通りその知識がベースになってる、だから鍛えられることができるみたいなお話なんですけど、ざっくり言うといろんな視点でそれを説明されていて、私もセンスがいい人っていろんなことを知ってる人だと思ってて、そのカルチャーのことをいっぱい知ってたりとか洋服のことをいっぱい知ってたりとかするから、なんとなく直感でもうこれがいいみたいなのが分かったりする。知識がベースになってるっていうのはすごく共感できることで、その考えのプロセスだったりとか、そういうセンスに対する固定概念みたいなのをどう思ってるかみたいなこととかも書かれていて、すごく面白かったです。どうせセンスいいからみたいな感じで片付けられることが実は努力だったりとか知識だったりとかするみたいなところってすごく勇気をもらえたりすることでもあると思うし、あとはもう自分ももっと勉強したいなとか、もっといろんなこと知りたいなっていう知識欲がこうかき立てられるようなところもあったし、あと文章がすごく私は読みやすくてすごく好きだったし、水野さんの本他にも読んでみたいなって思わせてもらったし、本探してるっていう方ぜひちょっと読んでみてもらえたらなと思います。はい、こちらで2025年上半期のお気に入りのビデオ以上となります。読みました。今回も好きなものもいいものもいっぱいあるし、みんなに紹介したいものもいっぱいあるんだけど、このビデオに入れるんだったら何になるんだろうっていうのをすごい迷って今回のラインナップにしました。今回紹介したものは本当に自信を持っておすすめできるものだらけなので、一つでも皆様に気に入ってもらえるものがあったらいいなって思ってるんですけど、いつも通りリンクは概要欄のところに貼っておくので、気になるものがあった方はぜひそちらをチェックしてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次のビデオまでまたね。